ビール好きの方はノンアルビールでおすすめです。仕事中にノンアルを飲むのは完全に編集部に住んでる人がいて、全部締め切りが破綻してますけど。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。お子さん家で何ですか？僕は料理がすごい好きなんで、料理を作って、例えば鍋とかお刺身だったら日本酒とか、あとちょっと洋食っぽいものを作ったらワインとかそういう感じで飲むんですけど。ちゃんと合わせてるんですね。いやそのぐらいしか合わせないですけどね。はい。ただ結構飲んじゃうのでほっとくと。ビールは割とノンアルばっかり飲んでますね。すごい好みのノンアルビールを見つけて、それ以来もうずっとそればっかり飲んでます。なんてやつですか？クラウスターラーってやつなんですけど、知らない。大体そのノンアルビールってなんかすごい薄っぺらい味がする人がペラペラの中で味結構違いますよね。アルミホイルみたいな味がする気がするんですけど、ノンアルビールあれよりはもうちょっとビールに近くて、パッと飲むとほぼビールだなと思うような味のノンアルビールなんですよね。はい、それいいですね。はい、ぜひ。それ普通にコンビニとかもしくはスーパーとか売ってるんですか？でもスーパーとかは売ってるところは限られて、酒のリカマンっていうそういう酒のストアがあるんですけど、そこでは売ってるのと、アマゾンとか楽天とかで全然売ってるんですけど、24本とかなんで、24本買って外れたら結構大変だなっていう気はそうですね。しますね。はい。だからそれ基本的にビールを作ってからアルコールを抜いてるんでっていう作り方です。ビール好きの方はノンアルビールでおすすめです。はい、ちょっと試してみようそれ。クローバーズね、アフィリエイトとか貼っていただいてね。あとノンアルっていうことであれば、うちの弊社フリードリンク、冷蔵庫の中にいろんなジュース入ってるんです。はい、あれどうなんですかね。仕事中にノンアルを飲むのは是か非か。ノンアルも置いてるんですか？いや置いてないです。今のところ置いてないです。そうなんだ。今のところどっちなんですよ。あれ僕もちょっと考え込むことあるんですけど。難しいですよね。でも理屈上は別にノンアルですからね。別にね。むしろテンションちょっと上がって。いやでもただそこで会社のオフィスのそこにそれを入れとくとなんかその特別感がなくなってビールっぽく飲みたいじゃないですか。だから夜飲むぞって気持ちの時に開けるためにも会社にあんま置かない方がよく気持ちのセットアップ的な意味で。僕プラチナ時代は冷蔵庫の奥の方に100均で買ってきた袋に詰めてビールを入れて、はい、いざという時にいざというのが夜な夜なよく飲んでました。もう夜中だったらいいかみたいな。夜中だったら別にね。前俺スクエニでビールって夜何時ぐらいから飲んでいいですかねって聞いたら何時でもダメだよって言われたことがそりゃそうです。うちらもダメだったんだと思うんですけどね。ブランチは誰にも言ってないんだ。何時でもダメですよそれは。カプコン時代の同期の匠柊がなんかその免罪符をもう持ってて、ワイルドターキーを机に置いてて、やばいな。シナリオ佳境に入ってきた時とか、あと三上さんと話す前とかに飲む。今現代もですか？どうだろうね。前者もそうだけど後者すごい熱い話ですよ。タクシーにLINE で聞いとくわ。でも昔ってそういうの割と自由でしたよね。そうですね。昔はもうタバコも部屋で吸ってましたし、昔はそうですね。なんか本当ファミ通でもうこれも15年20年ぐらい前の話ですけど、完全に編集部に住んでる人がいて、で炊飯器があるんですよ。なので朝その人の席に行くといいご飯の匂いがしてなんか途中おでんとか作ったりしてて完全にそこで全てを済ませてるんです。本当昔ですけれども。でもそれも許されてたのかどうかよく分かんないですけど。でもカプコン時代も炊飯器とか鉄板焼きのホットプレートとか見ましたけどそういう方いましたよね。いましたよね。普通に昔止まってたりしてましたもんね、会社にやっぱり。古き良き時代ですね。そうですね。ビールくらいだからいいんですよ。結論から言うとダメという。僕がもう働き始めた頃はやっぱりもうそういう環境はだいぶなくなってましたね。そうね。近年はもう、今おいくつですか？今僕42です。
そりゃそうですね。そうするともうその頃は徹夜とか、はいそういうのはあんまりない時代だったんですか？いや、ありましたというか、基本的にやっぱりないですね。労基が入るとか、そういう話にやっぱりなるんですけど、僕自身は結構してました。やっぱり、周りのクリエイターに負けたくないじゃないですけど、せっかくこの業界入ったんだからちょっとでも長い時間仕事して覚えようみたいな、そういうのってやってましたね。そういうこともまだできた時代まだできた時代ですね。クローバーズはどういう会社なんですか、その辺は。今一瞬目が泳いだの僕見逃しませんでした。いやこれなんかあんまりこういうところで言うとなんか嘘くさく聞こえるかなと思ってあれなんですけど、めちゃくちゃ早いです。本当にクリーンに働いてますね。こんなにホワイトな。だから自分が言うのが自分で言うとなっていう。亀さん今冷蔵庫にビールを入れてるんですか？今入れてないです。今入れてない。大丈夫です。亀さんその辺のことどう感じられてますか？今の会社、働き方みたいな。でも難しいな。仕事もほら波があって佳境に入ってきたらどうかなっていうのは、まだそこはクローバーズちょっと未体験だったりして、ただプラチナにいる時もやっぱり近年はしっかりと集中して時間を決めて、その中で成果出しましょうっていうふうにはなってきてたかなとは思いますね。めちゃくちゃ今優等生なことばっかり。いや優等生ですよね。だから僕はなんていうか一般社員じゃなかったんで、そういう取締役とか副社長っていう特権を利用して、会社にほぼ住み込んでました。その方が僕は性に合ってましたし、ここまでの時間でこの仕事をやれっていうよりは、別に土曜日の日曜日でも来ればいいかみたいな感じで、だから今俺はツイッターやんねんみたいなペース配分ができた。横尾さんにも聞いてみたいんですけど、僕自身はあんまり仕事忙しくないというか、心にやっぱ余裕ある時の方がアイデア出やすいなっていう感覚は僕自身はあるんですよ。神谷さん結構なんか追い詰められる方が出るみたいな。いやそんなことはなくもないか。サボり癖があるから追い詰められないとやらないっていうのはあるね。全く同じですもんね。締め切りがあって初めて生まれてくるものがあります。それもあるんだろうなとも思うんですよね。絞り出す何かみたいな。でも横尾さんなんてフリーランスでやってて、そうですね。で複数仕事を受けてたりそうですね。シチュエーションもあるじゃないですか。その中でだからセルフマネジメントしてやってるっていうのはもうすごいなと思います。もう全部締め切りが破綻してますけどね、すごいびっくりするぐらい全部吹き飛んでますけど、ハードル競争全部なぎ倒しながら走るみたいなことやってますよ。でもピカイチのゴールしてる。いやもう今一応もう走り始めたからみんなもうしょうがなく走らせてるけど、これを一周したらおめえもうないぞっていう空気感ですよ、完全に。全然守れてない。どこまで話せるか分からないですけど、林さんファミ通の編集部とかってどうなんですか？そのあたりは締め切りとかってことですか？よくないのはその締め切りは本当の締め切りじゃないなって分かっちゃうんですよね。なるほど。そうだからプラス2日はあるなとか、そういうことを考えながらだから割と近いです。やっぱり前もってやればいいっては頭では分かるんですけど、やっぱやらないですよね。でもちょっと仕事内容が全然違うんでイメージ湧かないんですけど、締め切りっていうところのスパンが我々と違うんで。そうですね。ゲームってなると途中マイルストーンはありますけど、やっぱり2年3年とかっていうスパンになってくるんで、それこそ習慣で何かやっていくっていう時に原稿を落とすとかってちょっと大事じゃないですか。そうですね。確かに。なんか比率きってちょっと未体験だなとは思います。そうですね。それは本当短距離走なんですよね。我々はどちらかというと本当書かないと、印刷所に入れないとそもそも真っ白になっちゃう怖さはあるので、だから本当にもうルーズな人でも朝のもう5時には大日本印刷さんに持っていかないとアウトだっていう時は、昔は本当夜中てっぺん越えてから頑張ってやって、それをバイク便で持っていくとか、そこすらできないともう編集者じゃなくなっちゃうんで。僕過去に関わったタイトルでマスターアップをちょっとぶっちぎって伸ばしちゃったんで、工場を回すスケジュールが変わって急遽動かすことになったから、工場のおじさんたちの正月休みがなくなったっていうことがあって、その時にはものすごく本当にもうごめんなさいっていう罪の意識で潰されそうになりました。だってそれは神谷さんがもうちょっと前もって頑張ってればよかったみたいな。こんなの言ったらあれですけど、会社に対しては申し訳ないという気持ちこれっぽっちもなかったんですけど、工場のおじさんを持ったら本当に申し訳ないって。おじさんの家族がちょっと泣いてるかもしれない。おじさんの家族がもうね、
大晦日からパパ帰ってきてないみたいな。いやでももう半月遅れればおじさんたち正月取れたんじゃないですか。ソリューションを変えれば。なるほど。はちょっと覚えておきます。い、はい、そうですいやね。いや覚えてなかったおじさんのこといつも思い出してほしいです。クローバーズとしては。はい、焼き鳥とハイボールを飲んでなんか体のバランスを整えて寝たってことがあります。そのぐらいイチジクスイーツを食べてます。